皆さんはじめまして、またはごきげんよう。今回は DC でも使った、実質私4積み炭酸ルーンデッキを紹介するわ。バドリーちゃんが4積み。ショートでも紹介した兵隊竜を採用してて、相手効果に反応してレベル2以下ドラゴンをリクルートできるから、相手誘発を受け流しながら私を展開できるわ。それに加えて炭酸ルーン特有の速攻展開と妨害用意のしやすさで、ドロー誘発やまくりが強そうでござるな。あと私が色々相性良かったりと語れることが多いんだけど、残りは実際の対戦を見て理解していこうね。対戦よろしくでござる。一戦なら先行からよ。ゲール。ここから展開解説なんだけど、手札の炭酸ルーンの割合によって変わるよ。今回だとルーンカードが2枚以上あるから炭酸ルーン両番面を目指して、逆にルーンが1枚以下の場合は、イキリア挟んで強引に両番目にするかまたはルーンだけ諦める感じね。こればっかりは状況次第でござるから、ランクも回して慣れるしかないでござる。ちなみに炭酸展開はレベルに含む2体から、スプリントでほぼ同じ最終盤面を目指せるわよ。雑に成立しすぎでござるな。さあ敵ガンディックからは私を呼ぶか。いや確実に展開伸ばすならブルーかキガエルでござるな。ブルーを落としてる。これだから墓地肥やしはやめられねえ。これでエルフから蘇生で展開伸びるわ。運命にも程があるでござる。とりあえず炭酸で妨害立てるなら、トップハットヘアとマスカレーナでいいかな。トップハットはマリスやライゼオルに刺さって、マスカレーナは拙者になれたり、泉を守れるバリになれるでござるな。撮影時期の DC では高校デッキも多かったから、バリになる機会も多いのよね。最後に泉も張ってターンエンドでござるな。相手は何のデッキかな。ドロー加速。難解やな予感がする。危ねえ。キャロットで防げる。さらに移動アンカー、戦闘点倍流かもしれないでござる。その後どうせ参戦使われるくらいならエルフとマスカレーナをも切るわ。ひとまず移動アンカーは回避でござるが、私たちのターンで誘発反応がないから間違いなくまくりが多いはず。やはり参戦持っていたでござるな。マジか、アズルーンも通らない。これ以上まくり札はやめてください。何でもしますから。半壊させられたんだけど。まだルーンがあるでござるから。打つならもうここしかねこれで3ドロー。追加の別ルーンを引ければ。ドローが弱い。希望の花繋いだ絆が。先ほどの試合はさておきテキパキ回してくよ。2戦目は高校でござる。ゲール。手札は2枚鎖札、3枚はまくりに使える感じね。相手はライゼオルでござるな。このデッキで対ライゼオルするなら、展開力活かしてデッドネーダー除去を狙うことかな。今回手札はルーンもあるでござるから、合わせて除去を狙いやすいでござる。さて対策を話してる間にターンが渡されたわね。ドローでキャロット来てくれたから、スマッシャーズが有効になったでござる。とりあえずフギンを取りにクロスを釣りたいかな。高校ではルーンをまくりにしか使わないでござるからな。ただ今回はうららが釣れたでござる。それならフギン素材で除去効果もちり取るナイトちゃんを飛ばすわ。拙者参上。かわいい。拙者の効果でデッドネーダーを除外。相手もすかさずデドハラ。さらに拙者をチェーン。クロスが入り込む余地をなくすでござる。さらにスマッシャーズも発動。こいつはここで確実に殺さないとダメだ。悪は滅びた。チェーン合戦が過ぎる。ここからようやく展開ね。泉サーチする余裕がないでござるから、不銀出すだけの炭酸展開でござるな。相手手札誘発はなさそうね。展開はカットでござる。とりあえずエルフレッドトップハットヘアの盤面でターンを返すわ。相手ターンになった瞬間、アズルーン出してクロス除去でござるな。もう二度とデドハラさせないよ。ソードはレッドで向こう破壊でござる。相手の残り手札が不安だけど、バトルフェーズに入るみたいだからブルーでテクシードサーチかな。うららで止められたでござるが、相手の手数は少ないようでござる。エクシーズするならアズルーンね。相手はもう動けないでござるな。相手がサレンダーしてこちらの勝利。対戦ありがとうでござる。ました。参戦なら先行からよ。ゲール。今回の手札は炭酸特化でござるな。マールーンはおまけみたいな感じだから。はああ、これは妥協でターンエンドでござるな。何勘違いしてるんだ。今日、まだ私の展開は終了してないぜ。ドロー誘発2枚重ねはむしろチャンス。ライブラリーアートを狙うよ。だいぶ無茶でござるな。まずはマネキンダット。
これで無限翻訳足つつデッキからこの時採用してたユニコーンを呼ぶよ。マネキンキャットの汎用性高いでござるな。おお、ユニコーンでうらら釣れた。それならスターターを通せるかもでござる。ドロー誘発を大量採用してるデッキだと、採用枠的に他手札誘発が少ないパターンもあるからね。今回はそのパターンも当てはまる気がする。相手火に油注いでるでござる。狙いやすくて助かるわ。これを見てる皆は、展開デッキ相手に過度にドロー誘発投げちゃダメでござるよ。ちなみにレッドでニビルケアもしてるし、ガエルなどの展開余力もあるから、ドミナス系やドロバがない限りはライブラリーアートできそうね。ドロー稼ぎで拙者参上。かわいい。左上にカウンター置いとくね。あと少しでござる。仮に今更誘発打たれたとしても、兵隊流で確実に引き切らせるわ。この SS でデッキを引き切らせてライブラリーアウトに成功。拙者たちの勝利でござる。対戦ありがとうでござる。ました。炭酸の展開力が生きたゲールだったわね。1ゲールの時間は短いから4戦目もやっていくよ。ゲール。手札にはプルリアとかあってワンチャンまくれるでござる。とりあえず通ったね。相手はあざみな白木森でござるかな。これはプルリアカでも止まらないかもね。スカイマジシャンとか読み慣れないカード来たな。クソ盤面になる気がする。まともな白木森ではないでござるな。やっぱそういうことだろ。ヤバいセットとモンスター効果封じられたんだけど、絶対ディアベルゼも出す気でしょう。過去動画で私もあったもん。恐ろしくさりげない宣伝。くそ、凍てつく呪いとかあればワンチャン対処できたのに。交通事故すぎるでござる。絶対に勝てないと察してこちらからサレンダー。対戦ありがとうでござる。ました。てか名前こそくすぎるでござるな。ワンチャン先行譲ってくれるかもと思って。ここからは軽い解説とデッキ評価をしていくんだけど、展開については対戦でなんとなく分かったと思うから、弱点とかについて話していくわ。撮影時期の DC でもよく遭遇した環境テーマでござるよな。その通り、苦手なのはマリスよ。高校まくりできたら今回見せたかったんだけど、対先行マリスとの勝率はほぼゼロ。さらにこちらが先行制圧しても、ルーンで除外すると逆に相手の展開加速させちゃうから、なるべく炭酸とかで妨害して、ルーン妨害は最終手段って感じね。表側除外が足引っ張ってるでござる。まあアズルーンをリンクさんの時に当てれたら勝てる可能性あるけどね。それで、全体的なデッキ評価はどんな感じでござるか？デッキ評価はこんな感じよ。確かにマリス相手には弱いけど、それでもドロー誘発に対する耐性や、他デッキ相手には高校勝率も多少あるから、現環境でも勝てる強さよ。ふざけた採用なのに強さはガチでござる。私を使いたい方はぜひ組んでみてね。というわけで、今回の動画は以上よ。ここまでのご視聴ありがとうございました。動画概要欄にデッキコードと解説記事リンクを載せるから、ぜひチェックするでござる。それではまた別の動画でお会いしましょうね。バイバイでござる。